はい、こんにちは。東京福生市キャンドル教室キャンドルルームリバティの大沢理恵です。今日はですね、キャンドル作り初心者さんから中級者さん向けにキャンドルの芯の選び方のコツをご紹介したいなと思います。実はですね、先日こちらのチャンネルの方にこのキャンドルにはどんなサイズの芯を使っていますかという質問をいただきました。キャンドルの芯って種類も豊富で、その芯の細さも太さも様々なので、購入の際にですね、迷われる方も多くいらっしゃると思います。なので今日はですね、私の教室のレッスンでも生徒さんに押さえてもらっている芯選びのポイントについてお話をしていきたいと思います。キャンドルの芯を選ぶ時のポイントは2つあります。でまず1つ目のポイントとして、芯の種類が H 芯と D 芯があるということです。でもっと他にもいっぱいあるんですけど、ここでは日本で使われているベーシックな2種類のですね、芯 H 芯と D 芯についてお話をしていきます。海外ですとこの H 芯 D 芯という表記がないので、これらの芯とですね同等のものをご紹介していきたいと思います。まず H 芯からご紹介していきます。で日本ではこの H 芯は平芯とも言ったりします。で海外ではフラットウィックとかフラットブレイドウィックと同等のものになります。でこの芯はですね、ワックスを選ばずにどのワックスにも使えるんですけれども、そのパラフィンワックスとの相性がいいです。というのも、縁を残して間接照明のように楽しみたいキャンドルの場合だったりとか、あとはパラフィンワックスはデザイン性が高いですね、作品を作れることが多いので、比較的この H 芯はまっすぐ燃えてくれるので、結構そういうデザイン性の高いものには合っていたりします。でまたすごくベーシックな芯なので多く流通されています。この H 芯どんなワックスにも使えるんですけど、そのソイワックスなどの粘着性のあるワックスにですね、あんまりですね細い芯を使ってしまうと目詰まりを起こして火が消えてしまったりだとか、あとはもう不完全燃焼の原因になってしまいます。まっすぐ燃えてほしいこういうタイプのキャンドルで、これはソイワックスなんですけど、粘着性のあるワックスの場合、まっすぐ燃えてほしくてソイワックスの場合、はですね、ソイキャンドルに対して H 芯の少し太めのものを選ぶことが多いですね。はい、で次に説明するのが D 芯です。でこの、芯、海外ではスクエアウィックとかスクエアブレイドウィックなどと、同等になります。でこの種類の芯はワックスの吸い上げが良くて、ソイワックスだったり B ワックス、蜜蝋ですね、の粘着質のあるワックスととても相性が良くて、アロマキャンドルにもよく使われます。で、ちょっとこれを芯だと思ってほしいんですけど、フラットウィックだと芯がワックスを吸い上げる面って、面が少ないんですけれど、スクエアウィックだとこう、なってワックスを吸い上げる部分っていうのが広くなりますよね。なのでその分吸い上げる力が大きくなります。また D 芯はですね、炎の強い方向に傾いていくので、私は瓶入りのアロマキャンドルによく使っています。で実際にこの H 芯と D 芯を同じ条件で灯して比較してみると、やっぱりD 芯を使ってアロマキャンドルを灯した時っていうのは香りの広がり方が本当に違うんですよね。すごく短時間で力強く香ってくれるというか、なので、ワックスの種類によって使い分けるのがおすすめです。次にキャンドルの芯を選ぶ時のおすすめのポイント2つ目なんですが、2つ目は芯のサイズはタイプの違うものを、細い
中ぐらい、太いの3種類で選ぶのがおすすめです。キャンドルの道具や材料がですね、揃うサプライヤーでは各芯の炎の高さだったり、プール、ワックスが溶けてきた液だまりのことをプールっていうんですが、そのプールの幅が書いてあります。で、ただ日本のように春夏秋冬で気温のですね差がかなりある場合、そのプールの幅にはですね多少差が出ることだけ心に留めておいてもらえればと思います。おおよそですが、芯は細い、中ぐらい、太いの3段階に、分けることができるので、最初に H 芯と D 芯のサイズ違いを3種類ずつ、たくさん購入したくない方は、まずは H 芯だけでも揃えるといいかなと思います。H 芯は H の2、3、4、5、6飛んで8っていう、種類があるんですけど、最初なら、H248 ぐらいで選ぶのがおすすめかなと思います。で、続けて D 芯は、D の28、36、40、46、50、60とあるので、そうですね、D の20、40、60で初めは購入をしてみて、使いながらですね、どんどん増やしていくといいかなと思います。徐々に試してみてください。細い芯でなおかつワックスに適していない芯を使ってしまうと、火力が小さかったり、ワックスの吸い上げる力が弱くてですね、キャンドルによっては溶けたワックスが溢れ出てしまうことがあったりとかっていうこともあります。で、溢れ出てしまうことが別に悪いことではないんですけれども、その芯をですね変えるだけで溢れ出るワックスの量っていうのをある程度コントロールすることが可能です。なのでキャンドルの芯の種類と太さを使い分けるっていうことは結構キャンドル作りにおいて重要なポイントだったりします。芯の種類やあとはサイズについてですねお話をしてきましたが、ここでちょっと芯を選ぶ時の感覚的なお話をしたいなと思っています。で、冒頭でお話をしたご質問いただいた方に詳しく伺ったところ、ソイワックスブレンドのワックスを使っていて、芯のサイズに迷っているということでご質問くださったんですけれども、実際にその質問をいただいた動画のキャンドルっていうのはパラフィンワックスで制作をしているキャンドルだったので、私だったらまずワックスの種類を考慮します。で、その後にキャンドルの形ですね。これと同じタイプのキャンドル、またはテーパーキャンドルのような炎がむき出しになるタイプなのか、あとは円柱のようなこういう形で炎がだんだん中に入っていくタイプだったりするのか、それとも瓶なのかっていうところですね。で、その方は動画と同じような型を持っているとおっしゃっていたので、多分これと同じタイプのもので、なので、それなら私は、液だれしないようにですね、ダラーって垂れないように中ぐらいから太めのもの、H の4以降のものをですね使って順番に試していくと思います。個人の制作ですとあまり芯も減らないので、なかなか新しい芯に挑戦する機会は少ないと思うんですけれども、なんというかちょっと恋愛に似ているというか、例えば好きな人がいてこういうふうにうまくいったらいいのにって思いつつうまくいかないみたいなことってあるじゃないですか。で、そのキャンドルがこういう風に燃えていってほしいって思っても、こう来たかとか、こう燃えるのかみたいな、思い通りにいかないこととか、予想だにしていなかったことが起きるのって少なくないんですね。なので、やっぱり実際に体験してみるとわからないっていうような感じなんです。作って灯して観察してっていうのが必要だなというふうに感じています。質問をくださった方のお役に立てていれば、嬉しいです。皆さんもですね、ぜひ試してみてください。それではおさらいをしていきたいと思います。
今日はですね、今日は手作りキャンドルに欠かせないキャンドルの芯の選び方についてお話をしてきました。1つ目は芯の種類、H 芯と D 芯の違いを考慮すること。2つ目は芯のサイズはタイプの違う細い、中ぐらい、太いの3種類を選ぶのがおすすめです。これから材料を揃える方だったり、あとはキャンドルの芯がいっぱいありすぎてどれを選んだらいいのかわからないという方はですね、ぜひ今回の動画を参考にしてみてください。ということで最後になりましたが、リバティのレッスンでは今回のようなですね、芯選びの制作のポイントを含めて楽しく制作ができるキャンドルの制作コースからオリジナルのキャンドル作りの実践や作品を販売していくためのワンランク上の講座をご用意しております。ご興味のある方は概要欄からウェブページをご覧ください。またよかったら動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。